この沖縄が舞台となる今日の特集シリーズ23の瞳です。大切なものが消えていくかもしれない。それはぬくもりのある言葉、そして文化を語り継ぐ言葉。先月ユネスコがある調査を発表した。世界でおよそ2500の言語が消滅の危機にさらされている。日本で対象となったのは8つの言語。その中に沖縄の言葉も含まれていた。シマクトゥは内縄口とも言われる沖縄語。うちなんかは標準語使いなさいって言って大きくなってきたんだから。内縄口とか使うと学校で捕まえられたんですよ、よく。かつて沖縄では教育現場で自らの言葉を否定してきた時代があった。戦前は標準語励行という名のもとに強制的に、戦後は本土復帰を目指す中で自主的に。失われゆくふるさとの言葉を守ろうとしている人もいる。お邪魔します。はい、メンソーレ。フィジャ・バイロンさん。三線奏者のバイロンさんは西洋人の顔をしたウチナンチュ。皆様はじめまして、グスヨはじめてウガナビラ生まれたるトゥクルンスダチタクルスダチャルトゥクルン生まれたるトゥクルンスダチャルトゥクルン生クラチョールトゥクルン東京ヤイビンミシッチョティクイミシッチョティクイミシェビリ。おお。はい、リフェデビル。先生のおっしゃることの 5% ぐらいしかわからない。上等エビさん。上等？彼の内縄口講座には世代を超えた人々が集まる。二三味線も習いたい、今習っているんですけど、その歌を歌うためにも正式な内縄口が必要かなと思って、内縄口先輩たちがいなくなってしまったらなくなるんじゃないかなと思って、ちょっと私が勉強して。言葉ないビラン。この白草のモルネーランナティ、モル山とかモル西洋かなとびしや。あんま内縄の歴史は分かりないし、内縄日本やんどうとか、内縄口やなの日本の方言なんどと今後というのはアランドすぐなわじって、じゃあな応援のオフサイビタンや。週末にはラジオ番組を担当。2時間半を内縄口で通す。片手幸福井、笑って幸福井。バイロンさんはアメリカ人の父親と沖縄生まれの母親との間に生まれた。しかし両親とは早くに離別。親戚のもとで育てられた。幼い頃から外国人扱いされ、どこにも自分の居場所がなかったと話す。マジで何人から始まりびし、初めて一日だけ日本語上手ですね。な梅しんはし近いよさびるもんなんしな、うの話からやいびくと、あねあいびらんどね、日本人やびんどうちなんちやびんどうしな、俺めいなちな、幾人な何百何人なチャスタのちょっといっちゃっていかんしな、いらっちゃうびくと、あとな本当な俺農やがやんち中国関係やびたん。いっそアメリカ人になろうとアメリカに渡ったものの、英語も話せず、アメリカ人からはお前は何人だと問われる日々。失意の中沖縄に帰国した時、ある民謡酒場で聞いた歌三振が彼の人生を変えた。20歳からアメリカン自身な無理そうたるばあさい。またどのかゆくしむにそうびたんや。このゆくしむにが24の年に三振のおとちちゃになばんみかちやゆくしむに3点うちなんちゃるもんな、うちなんして一してましあらに日三振がならちゃらじゃびさ。
ふるさとで受け継がれてきた音に驚き、歌詞の意味を知りたいと思った。それから内縄口を徹底的に勉強し始めた。移動中も伝統芸能のテープを聞きながらアクセントや言い回しを学ぶ。冷やすんとか冷ますんとか、例えば歌人かっていうんでね、そうがすんですね。内縄口の先輩から指導を受けることも欠かさない。나このやつが面接くとはねな立ち続くのねビクと生ふみとかんでな。中からどういうふうに変わっていったらいいんですかね。マジで教育エビンや、この小学校中学校高校とかじなあてめいのちなぐちならする世の中、これなヨーロッパ変化しあてめいエビンよ。このターチの言葉学校にならすんでし、しかし日本の国はティーチの言葉しかね選んでし、アンカンゲ飛び行くとこれな間違いやいびし。沖縄で育ちました。だから英語は全くアイドントの内縄口の復興に取り組むフィジャ・バイロンさん。今では海外の公演にも招かれる。みんな分かってる？バイロンさんが一番好きな内縄口って何ですか？まあまあいろいろあるビーシが安心ね売りフィントをそうちゃびら情きゆい深に頼むしやねさみちくじくとうちゆ表みりば。このバイロンさんの一番好きな内縄口、どういう意味かと言いますとこちらなんですね。情けより他に頼りになるものはないだろう。つくづくとこの人間社会を思ってみれば、つまり情けが一番頼りになるという、これが一番好きな内縄口なんですね。で先月ユネスコが内縄口について消滅の危機にある言語と発表しましたけれども、これ大事なことは内縄口が方言ではなくて一つの言語と認めているという点なんですね。でその理由としては単語や文法などが独立しているので他の言語と通じにくいという基準を挙げています。